古今東西の知恵と実践急行の旅。皆さん、こんにちは。ビジネスの現場で日々奮闘するあなたへ送る。リーダーシップマネジメント特別プログラムの時間です。部下をどう動かせばいいのか。どんな言葉をかければ心に響くのか。自分自身の軸をどこに置けばいいのか。本屋に行けば、無数のビジネス書が並んでいます。しかし、本当に自分に必要な言葉はどれなのか、迷ってしまいますよね。今回は、時代を超えて読み継がれる名著や、圧倒的な実績を残した名将たちの言葉から、リーダーとしてのあり方とやり方を紐解いていきます。ご紹介するのは、松下幸之助、稲盛和夫といった日本経営界の至宝。野村克也、落合博満というプロ野球界の名将。そして、佐藤一斎、孔子、禅、ドラッカーといった思想の巨人たちです。彼らがどんな人物で、何を大切にしていたのか。そして、その言葉を明日の現場でどう使うのか。豆知識として聞き流すだけでも、あなたのマネジメントの引き出しが増えるはずです。それでは、まずは日本のリーダーたちに多大な影響を与えた。ある江戸時代の儒学者から始めていきましょう。第一章、覚悟の源泉、佐藤一斎に学ぶリーダーの心得。まず最初にご紹介するのは、佐藤一斎です。名前を聞いてピンとこない方もいらっしゃるかもしれません。しかし、彼の教えは、幕末の志士たち。例えば西郷隆盛や吉田松陰、勝海舟といった英雄たちに、熱烈に支持されていました。佐藤一斎は1772年、美濃岩村藩、現在の岐阜県の家老の子として生まれました。後に、幕府直轄の最高学府である昌平坂学問所の総長を務め、その門下生は、人を数えたと言われています。彼が書いた、原始46、原始四録は、西郷隆盛が西南戦争の戦火の中でも手放さなかったと言われるほどの名著です。また、藩の重臣向けに書いた、住職心得箇条は、現代でいう管理職のためのマニュアルとして、今なお企業改革のバイブルとされています。佐藤一斎の言葉1。住職と申すは、過酷の大事を取り計らうべき職にして、古重の字を取り出費、軽々しきは足苦行。解説。これは、住職心得箇条の第1条にある言葉です。住職つまりリーダーや管理職というものは、組織にとって重要なことを取り計らう役職です。その、重という字の意味を忘れて、軽々しく判断したり行動したりしてはいけない、と戒めています。一切は、リーダーには、威厳が必要だと説きます。それは威張り散らすことではありません。どっしりと落ち着き、動じない姿勢を持つことで、部下や周囲の人々の心を鎮めることができるのです。活用場面。あなたが管理職として初めてトラブルに直面した時を想像してください。部下が慌てふためいて報告に来ました。その時、あなたまで一緒になって慌ててはいけません。一切の教えを思い出し、まずは深く呼吸をし、私が責任を持つから大丈夫だという態度で、どっしりと構えてください。その落ち着きこそが、組織を安定させるのです。佐藤一斎の言葉に、住職たるもの、勤務反多という向上ははべきことなり。解説。これは耳が痛い言葉かもしれません。重役や管理職たるもの、忙しいという言葉を口にするのは恥ずかしいことである、という意味です。たとえ本当に忙しくても、忙しいと言わない方がいいと一切は言います。なぜでしょうか。リーダーが、忙しいと言って小さな仕事まで抱え込んでいると、本来すべき、大事に手が回らなくなります。そして、仕事を任せてもらえない部下は、リーダーにも垂れかかってしまい、成長しません。結果、リーダーはますます忙しくなるという悪循環に陥るのです。活用場面。部下から相談を持ちかけられたとき、つい、今ちょっと忙しいから後にしてと言っていませんか。その言葉を飲み込みましょう。リーダーの仕事は、さまつな業務を処理することではなく、部下の声を聞き、判断を下し、未来の計画を立てることです。忙しいを禁句にし、意識的に余裕を見せることで、部下が相談しやすい環境を作ることができます。佐藤一斎の言葉3。義を明らかにして、利を後にす。解説。これは、利益よりも正義を優先せよ、という教えです。もちろん、企業である以上、利益は大切です。しかし、目先の利益のために不正を働いたり、顧客を欺いたりすれば、長期的には必ず信頼を失い、破綻します。西郷隆盛が愛した、敬天愛人、天を敬い人を愛するの精神も、この義を重んじる思想から来ています。活用場面。売上目標が未達で焦っている月末。少し強引な営業をすれば数字が作れるかもしれない、という誘惑に駆られたとき。この言葉を思い出してください。それはお客様のためになるのか、社会のためになるのか。
部下に対して、数字を作れとだけ言うのではなく、正しい仕事をしよう。利益はその後についてくると語ることで、組織の品格と長期的な信頼を築くことができます。佐藤一切の言葉4。一等を下げて暗夜を行く。暗夜を売れ売ることなかれ。ただだ一等を頼め。解説。提灯を一つ下げて暗い夜道を行くとき、暗いことを心配する必要はない。ただその一つの明かりを頼りに進めばよいという意味です。先が見えない不確実な時代、リーダー自身も不安になることがあります。しかし、自分の中に確固たる死や信念という明かりが一つあれば、迷うことなく進んでいけると勇気づけてくれる言葉です。活用場面。新規プロジェクトが難航し、撤退か継続か、誰も正解がわからないとき。あるいは、ご自身のキャリアに迷いが生じたとき。自分は何のためにこの仕事をしているのか。このチームで何を成し遂げたいのか。その原点、一等に立ち返ってください。そして部下に対しても。先は見えないが、我々にはこのビジョンがある。これを頼りに進もう。と語りかけることで、チームの道しるべとなることができます。第2章、勝負師たちのリーダー論、野村克也と落合博満。続いては、プロ野球界で輝かしい実績を残した二人の名監督。野村克也さんと落合博満さんの言葉から学びましょう。彼らは、勝負という厳しい世界で、いかにして、凡人を一流に育て上げたのでしょうか。野村克也の言葉1。財を残すは下、仕事を残すは中、人を残すは上とする。解説。野村監督が生涯大切にしていた言葉です。リーダーの究極の仕事は、お金や業績を残すこと以上に、人を育てることにあるという信念です。野村監督は、野村再生工場と呼ばれ、他球団で戦力外となった選手を次々と活躍させました。それは、選手の隠れた才能を見抜き、考え方を変えさせることで再生させたからです。活用場面。自分の評価やボーナスのことばかり気にしていませんか？管理職の評価は、あなたが育てた部下の活躍によって決まります。退職するときや移動するとき、あの人が上司でよかった。あの人のおかげで成長できた。そう言われるような、人を残す仕事を意識してみてください。野村克也の言葉に。教えるな。質問を投げかけよ。解説。野村監督は、あえてすぐに答えを教えませんでした。監督とは気づかせ屋であると定義し、選手に、なぜと問いかけることで、選手自身に考えさせ、答えを見つけさせました。手取り足取り教えると、依頼心が生まれ、思考が停止してしまいます。自分で考え、自分で導き出した答えだからこそ、責任感が生まれ、本物の実力になるのです。活用場面。部下が、どうすればいいですか、と答えを求めてきたとき、すぐに指示を出すのをぐっと耐えてください。君はどう思う？なぜそうなったと思う？と問い返してみましょう。最初は時間がかかるかもしれませんが、この問いかけこそが、自走できる部下を育てる最短ルートです。野村克也の言葉3。失敗と書いて成長と読む。解説。野村監督は、失敗は成功の母と説き、失敗から学び、それを糧にすることを重視しました。ただし、準備を怠った失敗は叱りますが、最善の準備をした上での失敗、チャレンジした結果の失敗は、むしろ褒めるべきだと考えていました。活用場面。部下がミスをしたとき、頭ごなしに怒っていませんか？そのミスが、挑戦の結果なのか、怠慢の結果なのかを見極めてください。もし挑戦した結果なら、ナイスチャレンジだ。この失敗から何を学んだ？と声をかけることで、部下は萎縮せず、次の挑戦に向かうことができます。落合博満の言葉1。孤独に勝たなければ、勝負に勝てない。解説。現役時代に三冠王を3度獲得し、中日ドラゴンズ監督として4度のリーグ優勝を果たした落合博満さん。彼は、プロフェッショナルとは、一人でいることが得意な人だと定義しました。バッターボックスに立つとき、営業先で商談をするとき、最後はたった一人で決断し、勝負しなければなりません。群れて安心するのではなく、自分と向き合う強さが必要だと説きます。活用場面。管理職になると、一般社員の輪には入れない孤独を感じることもあるでしょう。しかし、その孤独は、責任ある立場になった証です。みんなと仲良くも大切ですが、重要な決断を下す時の孤独から逃げないでください。その孤独を引き受ける覚悟が、リーダーの背中を大きく見せます。落合博満の言葉に、今の自分には何が必要なのかを基本に、勇気を持って行動に移す。解説。落合監督の采配は、俺流と呼ばれましたが、彼は、采配は結果論で語られることが多いと知っていました。だからこそ、周りから何と言われるだろうという邪念を払い、今、
この瞬間に最善と思える決断をすることに集中しました。過去を悔やまず、未来を恐れず、今の最善を尽くすこと。それが後悔しない決断の秘訣です。活用場面。前例のないプロジェクトを進めるとき、批判を恐れていませんか？失敗したらどうしようと不安になるときこそ。現時点でのベストは、だけに集中してください。そして一度決めたら、迷わず実行する。その潔さが、チームに安心感を与えます。第3章、経営の神様たちの教え、松下幸之助と稲盛和夫。次は、日本を代表する経営者。経営の神様松下幸之助と、京セラ KDDI を創業し JAL を再生させた稲盛和夫です。彼らに共通するのは、卓越した経営手腕の裏にある。深遠な人間観と哲学です。松下幸之助の言葉1。素直な心。解説。松下幸之助が最も大切にしたのが、素直な心です。これは単に、人の言うことをはいはいと聞くという意味ではありません。私利私欲や感情、偏見といった色眼鏡を外し、物事をありのままに、真実の姿を見る心のことです。素直な心があれば、誰の言葉にも耳を傾け、周知、多くの人の知恵を集めることができます。幸之助は、素直な心になるために、毎日反省し、30年かかっても初段になれるかどうかだと言いました。活用場面。部下の提案を、あいつはまだ若いから、前例がないからと。色眼鏡で否定していませんか？あるいは、自分のプライドが邪魔をして、間違いを認められなくなっていませんか？判断に迷った時こそ、素直な心で見ているか、と自問してください。私の考えが間違っていたかもしれない、と認める勇気を持つことで、あなたはより賢明なリーダーになれます。松下幸之助の言葉に、雨が降れば傘を差す。解説。これは、天地自然の理に従うという経営哲学を、極めてシンプルに表現した言葉です。雨が降ったら傘を差すように、当たり前のことを当たり前にやることが経営の秘訣だというのです。良い製品を作り、適正な価格で売り、代金をいただく。無理をせず、自然の理法に従えば、経営は必ずうまくいくと説きました。活用場面。奇抜な戦略や、魔法のような解決策を探し回っていませんか？挨拶をする、約束を守る、報告をする、感謝を伝える。こうした当たり前がおろそかになっていないでしょうか。組織がおかしくなった時は、基本に立ち返るチャンスです。凡事徹底こそが最強の戦略なのです。稲盛和夫の言葉1。集団、それはリーダーを映す鏡なのである。解説。リーダーの態度、熱意、誠実さは、そのまま部下たちに伝染し、組織のカラーとなります。部下に元気がない、やる気がないと嘆く前に、まずリーダーである自分自身が燃えているか、誠実に仕事に向き合っているかを問わねばなりません。組織を変えたければ、まずリーダー自身が変わるしかないのです。活用場面。チームの雰囲気が悪いと感じたら、鏡を見るように自分を振り返ってください。あなたが眉間にシワを寄せていれば、部下もそうなります。あなたが困難な状況でも笑顔で前向きに取り組めば、チームにも必ずポジティブな空気が広がります。リーダーは、組織の温度計ではなく、サーモスタット、温度調節機であるべきです。稲盛和夫の言葉に、動機善なりや、指針なかりしか。解説。稲盛さんが新しい事業を始める際、自らに厳しく問いかけた言葉として有名です。それを行う動機は、意に基づいているか。そこに自分の利益や名誉を求める指針はないか。という問いかけです。JAL の再建を引き受けた時も、世のため人のためという純粋な動機があったからこそ、奇跡的な V 字回復を成し遂げられたのです。活用場面。新しいプロジェクトを立ち上げるとき、あるいは部下に指示を出すとき、これは自分の評価のためではないか。本当に会社や顧客のためを思ってのことか。と自問してください。指針のない純粋な動機から発せられた言葉には、人を動かす強力なエネルギーが宿ります。第4章、マネジメントの父と東洋の知恵、ドラッカー、講師、禅。最後は、世界的な経営学者ドラッカーと、東洋の古典、論語そして禅の教えから、マネジメントの本質を探ります。ドラッカーの言葉1。マネジメントとは、人のことである。解説。マネジメントの父、ピーター・ドラッカーは、マネジメントを単なる管理手法ではなく、人間に関するものだと定義しました。その目的は、人の強みを発揮させ、弱みを無意味なものにすることです。人は誰でも弱みを持っています。しかし、組織というチームになれば、互いの強みで弱みをカバーし合い、凡人でも非凡な成果を上げることができるのです。活用場面。部下の欠点ばかり指摘して、強制しようとしていませんか？
それは非生産的です。彼はおっちょこちょいだが、行動力は抜群だ。彼女は口下手だが、資料作成は完璧だ。このように強みにフォーカスし、適材適所の配置を行うこと。それがマネージャーの最大の仕事です。ドラッカーの言葉に。真摯さ、インテグリティ。解説。ドラッカーは、リーダーに必要な資質は、才能でも知識でもなく、ただ一つ、真摯さであると断言しました。真摯さとは、誠実であること、言行一致であること。そして、我が子をその人の下で働かせたいと思うか、という基準で測られるような人間性です。これだけは後天的に学ぶことが難しく、最初から持っていなければならない資質だと言います。活用場面。スキルやテクニックを磨くことも大切ですが、人として信頼できるか、という根本を忘れてはいけません。約束を守る、嘘をつかない、ミスを認めて謝る。こうした当たり前の真摯さを積み重ねることが、最強のリーダーシップになります。孔子論語の言葉。上にいてカンカンならず、我らにおいてこれを見んや。解説。人の上に立つ者が、寛容でなければ、見るべきところがないという意味です。部下のミスに対して、一度は目をつぶり、やり直すチャンスを与えるくらいの度量が必要です。厳しさだけでは人は育ちません。一方で、手柄を立てた時には、勝って兜の緒を締めよと。釘を刺す厳しさも併せ持つのが、論語流のバランス感覚です。活用場面。部下が失敗して落ち込んでいる時、追い打ちをかけるように叱責していませんか？今回は仕方ない。次はどうするか一緒に考えよう。と寛容さを見せることで、部下は、この人のために頑張ろうと思います。厳しさは、普段の仕事の基準において示し、人間関係においては寛容であることを心がけましょう。禅の言葉。法華著、法下弱。解説。すべてを投げ捨てよという前後です。過去の成功体験、プライド、執着。こうあるべきだという思い込み。これらを捨て去ることで、心が軽くなり、目の前のことに集中できる、心身脱落の状態になります。管理職は、現場の実務や、過去のやり方に執着しがちですが、それを手放す、任せることで、新しい役割を果たせるようになります。活用場面。自分がやった方が早いと思って、仕事を抱え込んでいませんか？それは部下の成長機会を奪っています。法華経と唱え、思い切って仕事を任せてみましょう。そして、過去の栄光や失敗への執着も捨て、今、ここの課題に集中するのです。いかがでしたでしょうか？佐藤一歳の一藤野村監督の質問。松下幸之助の素直稲森和夫の鏡。落合博満の孤独ドラッカーの強み。孔子の寛容禅の法華著。これらの言葉は単なる知識ではなく、あなたが迷った時に立ち返る場所です。すべての言葉を実践する必要はありません。今日、あなたの心に一番響いた言葉。これだと思った言葉を一つだけ選び、手帳に書き留めてみてください。そして、明日会社に行ったら、その言葉を胸に、部下に接してみてください。リーダーシップとは、他人の真似をすることではなく、自分自身の哲学を持つことです。偉大な先人たちの言葉を借りて、あなたらしいリーダーシップを形作っていってください。管理職という仕事は、大変なことも多いですが、人の成長に関わり、社会に貢献できる。この上なく、重く、そしてやりがいのある仕事です。あなたの一党が、チームを照らすことを願っています。それでは、また次回の放送でお会いしましょう。図知識コーナー、引用して人を動かすフレーズ集。最後に、明日から使える、キラーフレーズをまとめておきます。状況に合わせて使い分けてみてください。部下に仕事を任せるとき、山本五十六の精神で。やってみせ、言って聞かせて、させてみせ、褒めてやらねば、人は動かじ。この言葉は有名ですが、実は続きがあります。話し合い、耳を傾け、承認し、任せてやらねば、人は育たず。やっている、姿を感謝で見守って、信頼せねば、人は実らず。ここまで引用できると、育成への本気度が伝わります。失敗して落ち込んでいる部下に、野村克也。失敗と書いて、成長と読むんだ。準備を怠った失敗はダメだが、挑戦した失敗は成功の母だ。チームの方向性がバラバラな時、松下幸之助。みんな、一度、素直な心になろう。色眼鏡を外して、何がお客様のためになるか、真実を見よう。忙しくてパニックになっている時、禅、無常迅速。法華経法下弱だ。一度、余計な心配事は捨てて、目の前のこの仕事だけに集中しよう。厳しい決断を下す時、落合博満。この決断が正しいかどうかは、歴史が証明する。
私は今、この瞬間に最善と思う決断をする。責任は私が取る。部下の強みを見つけたとき、ドラッカー。君の強みはここだ。弱みなんて気にするな。強みを爆発させてくれ。弱みはチームでカバーする。フィードバックをするとき、アイメッセージ。あなたはダメだ、ではなく。君がここまでやってくれて、私は本当に助かったよ。これらの言葉が、あなたのリーダーシップの助けになりますように。